なのだ。アンと簡単楽団のツン&メタンの解説コーナーが始まるのだ。ふふ、ようこそ。命をチックにした絶望のデスゲームへ。ひえ、いきなり何が始まるのだ。恐ろしすぎるのだ。冗談よ。でも今日解説する天使はじゃがいもの頂で踊るの歌詞はある意味で究極のサバイバルを歌っているの。この動画を見れば歴史上の大飢饉から現代の AI 社会にまで通じる過度な最適化というデスゲームの恐ろしさと、それを乗り越えるためのヒントがわかるわ。最後まで見ていってちょうだい。アイルランドのジャガイモ飢饉は最適化の悲惨な失敗。クロムウェルの遠征で取り上げられた領土。古い教えは捨てられる生産性の邪魔だと。不在の地主の代官叫ぶ年貢を納めろ。継ぎはぎされた狭い土地生かさぬよう殺さぬよう。なんだか最初からすごく不穏な空気なのだ。これは19世紀のアイルランドで起きたジャガイモ飢饉という歴史的な悲劇を歌っているのよ。当時アイルランドの土地はイギリスの地主たちに奪われてしまったの。農民の人たちはどうなっちゃったのだ。農民たちは狭い土地で生きるために一番効率よくカロリーを摂取できるジャガイモばかりを育てるようになったのよ。それが最適化ってことなのだ。その通りよ。でもジャガイモの病気が大流行して頼みの綱がすべて腐り落ちてしまったの。その結果何百万人もの人が亡くなったり国を捨てることになったのよ。きれいな麦は港から止められず島の外。保護もなく野放しにされた自由放任思想。金の亡者が準備する棺桶船が希望。食べ物がなくなったのに麦は外に運び出されちゃったのだ。地主たちは利益を優先して穀物の輸出を止めなかったの。生き残るために人々は棺桶船と呼ばれる劣悪な環境の移民船に乗ってアメリカなどへ渡るしかなかったのよ。天使が軽やかに踊る足元にはジャガイモ。最適化の針の上の命がけの舞踏。命さえ数字に変え強いられた効率の高い頂で回る血肉もたぬもののよう。ここでタイトルにもある天使が出てくるのだ。針の上で踊る天使ってどういう意味なのだ。これは中世の神学の議論。針の先に何人の天使が踊れるかから来ているわ。この曲では2つの意味を持たせているの。一つは過度な最適化は針のように細くて不安定だということ。2つ目は過度に最適化を追求した人々は自らの身体性を無視して血肉もたぬもののような天使になろうとしてしまうということよ。最適化という名の魔眼に見入られ、高次なる天使へと昇華しようとしたところで、我々は血肉という物理の呪縛からは決して逃れられない。血肉を持つがゆえに、不安定な針の頂点にはとどまれず、やがて深淵なる混沌の底へと真っ逆さまに落ちていく運命にあるのだわ。またメタンの中二病妄想が爆発してるのだ。元の話に戻すのだ。古本、そもそも最適化っていうのは複雑な現実を無理やり単純化して行うものなの。でも人間には血肉があるし自然環境も常に変化するわ。そうした現実の複雑さが単純な最適化の限界を上回った時、ジャガイモ飢饉のような悲劇が起きて針から落ちてしまうってことね。最適化による悲惨な結果は現代でも起こっている。今も経済にひれ伏す現代の小作の最適化の機械のため丸つけるだけの仕事。富はすべて吸い上げられ雲の上の摩天楼。なんだか昔の話だけじゃないみたいに聞こえるのだ。その通りよ。現代でも最適化の悲劇は形を変えて起きているわ。例えば AI の学習のために単調なデータ入力を続ける仕事や不安定なギグワークね。これらはまさに現代の小作能と言えるかもしれないわね。確かにデスゲームものの登場人物もそういう立場の人が多い気がするのだ。ここで重要なのは AI はそもそも効率化の権下だということよ。このチャンネルでも曲や解説を作る上で AI を利用しているからこそこうした悲劇は決して無関係じゃないの。だからこそいつに泣く重いテーマで歌にしているのよ。なるほどなのだ。じゃあ最適化は絶対にしちゃダメってことなのだ。そういうわけじゃないわ。
この曲が批判しているのは余裕をなくしてしまうような細く尖った過度な最適化なのよ。個人の好みを大切にすることは最適化の悲惨さを和らげる。けれど奪えぬものがある。弾む魂の鼓動。天使がステージで踊る。自由刻む靴底。笛に万丈を合わせ響く多様な音。奪えぬもの、魂の鼓動って何なのだ？それは個人の好みや愛着のことよ。アイルランドからアメリカに渡った移民たちは過酷な環境でもパブで音楽を奏でダンスを踊ったわ。彼らがいたからこそアイリッシュ音楽は世界に広まり、日本にいる私たちもこうしてケルト音楽を楽しめているの。そうだったのだ。音楽ってすごい力があるのだ。ケルト音楽には個人の名前や地名が入った曲が多いの。自分の村の曲が一番素晴らしいという気持ちを大切にする。まさにソウルミュージックね。食事でもそう。生物多様性を守るのは子供の頃に食べたあれが食べたいという食い意地だったりするのよ。じゃあ僕のずんだみたいなソウルフードが大事だってこと？そうね。歌詞にはこういう表現があるわ。天使が軽やかに踊る。足元にはじゃがいも。時には花開くもいい。さあ朝まで踊ろう。じゃがいもは芋を植えて増やすから。花は短期的な効率を考えたら無駄なものなの。朝まで踊るという行為もそう。でも単純な最適化の考え方では無駄とみなされがちなものこそが細く尖った針の上から私たちを救ってくれるのよ。単純な最適化を拒否し、個人の好みを大切にすることが悲劇を防ぐためのクッションになるの。今日のまとめなのだ。じゃがいも飢饉も現代の AI 社会も行き過ぎた最適化は悲惨な結果を招くのだ。だからこそ無駄に見えても個人の好みを大切にすることが悲劇を防ぐのだ。ここで重要なのは効率ばかりを追い求めず、自分の中の魂の鼓動にしっかりと耳を傾けることね。みんな最後まで見てくれてありがとうなのだ。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いね。効率化の役に立たない趣味全開の科学知識があなたの魂を震わせるわよ。みんなのソウルフードや好きな音楽があったらぜひコメント欄で教えてほしいのだ。さて次回は天使ではなく車輪が回る歌、職人の身体が最適化を乗り越える物語をお届けするわ。おお、楽しみなのだ。次回もまた深淵なる科学と音楽の交差点でお会いしましょう。バイバイなのだ。